コインエドットコム新聞土です。今日は、茂谷ゆかりさんに入っていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではですね、茂谷さんの方から簡単にちょっと自己紹介をお願いできますでしょうか。皆様はじめまして、経営エッセイストの茂谷ゆかりと申します。私は地方の経済、それや地方の中小企業とかがどのように活性化していくのか、また地方移住をどのように進めるのかといったことを中心にビジネス書を4冊書いております。で、代表作が本日お話しします六方よし経営、日経 BT から出た六方よし経営なんですけども、本日はこちらについて詳しくお話しさせていただきたいと思います。よし経営の前に、近江商人の三方よしというのをご存知かと思います。売り手よし、買い手よし、世間よしということで、これは1990年頃から言われるようになったと思うんですよね。企業の社会的責任ということが意識されるようになったときに、世間よしということが加えられた、近江商人の三方よしというのは、大変、ビジネスをされている方々の、経営者の方々の間に、受け入れられて広まった概念かと思います。そして、私が提唱している六方よし、今、なぜ六方よし経営なのかということについて少しお話しさせていただきたいと思います。六方よし経営は、近江商人の三方よし、売り手よし、買い手よし、世間よしに、新たに、作り手よし、地球よし、未来よしという3つを加えました。で、売り手よし、買い手よしに、作り手よしを加えることによって、これで人権を重視した経営ということになります。この作り手よしというのは、単にメーカーさんとかで働いている従業員さんのことを指すのではありません。もし、すべてのビジネスをされている方で、当然、何らかの財サービスを仕入れているわけですけども、そういったサプライチェーンの先の先まで作り手よしになっているのか、供給された原材料の、生産されているその末端まで労働環境はどうなのか、フェアな賃金が支払われているというかどうか、そういったことまで考えるのが作り手よしです。で、この作り手よしが加わることによって人権を重視した経営というのが実現することになります。そして残りの3つですが、近江商人の世間よしに新たに地球よし、未来よしを加えました。地球よしを加えたことによって、地球規模で環境を考えていく。また、未来よしというのを加えることによって、時間軸が加わりました。私たち当然、経済活動をしているときに、今の自分のパフォーマンスを最大にしようとされると思いますけども、じゃあ、そうやっている経済活動が、地球の未来、人類の未来にとってもいいことなのか。例えば、資材一つにとってもプラスチックじゃなく、代用できるんだったら紙とかを使おうとか、そういったことで時間軸を加えることによって、持続可能な経営というのが実現すると思います。ですから後半の3つ、世間よし、地球よし、未来よしというのは環境に関係しています。そして、この六方よし経営というのは、私はSDGs と申し上げてるんですけども、日本人にとって行動規範と言った方がいいのかと思います。何か経済活動をしているときに、売り手よし、買い手よしだけじゃなくて、作り手よしが実現しているか、そして意見よし、地球よし、未来よしになっているか、ということをちょっとチェックすることによって、持続可能な経営というのが実現すると思います。ありがとうございます。で、本谷さんが六方よしっていうところに考えるきっかけになったっていうのは、やはり2002年ですかね、長野の方に、はい。ご家族で移住されて、今でこそですね、地域で、そういった家族で移住するとかっていうのは、多くなってきたのかなっていうところではあると思うんですけど、そういう今の経験が生きてきてるっていう感じですね。はい、さようです。私、2002年に長野県に移住するまでは、千葉県浦安市で、企業に勤めたり、自分で、会社を起業したりしておりました。で、子供3人おりまして、できるだけ、自然の中で育てたいと思いまして、まだ移住って言葉がそんなにないような頃に、2002年に、家族5人で、現在の、長野県東御市というところに移住したんですけども、これは、大きく自分の考え方を変えるきっかけとなりました。結局はですね、都会に暮らしてると自然ってどうしてもちょっと離れたことになるんですけども、やっぱり長野県のようなところに暮らしておりますと、自然環境ってものが、もうやっぱり自然の中で自分たちが暮らしてるっていう感じがするんですね。例えば私が農業をしていなくても、そういう感じがあります。また地方企業
の衰退というのがもう本当目の当たりにする部分もございまして、私の取材対象というのは、どうしても衰退してしまう産業とか、地方経済の中で、それでも頑張って、V 字回復していたりとか、地方にありながら、輝いてる企業さんとかを取材して、どういうところに経営の、コツがあるのかということを取材しております。六方よし経営でも全国の主に若い世代の方々が、地域資源とかを活かしながら、活躍している新しい産業を起こしていることを、14事例書いております。ありがとうございます。長野県に行こうと思って、いろんな地域がある中で、やっぱり長野がいいと思ったちょっと背景もお伺いしてもいいですか？はい。私の夫が、茂谷俊介と言いまして、経済関係の会社を、経営してるんですけども、普段は長野県で経済のデータ分析とかをパソコンに向かってしているので、それは、首都圏でやろうと長野県でやろうとダウンロードすれば同じなんですが、時々金融関係のお客様に会うことがありまして、東京駅まで2時間以内で行けるということがあったんですね。で、東京駅まで2時間っていうと、新幹線使ってとかで、東海道新幹線だとなんかどこまで行っても都市が続いているという感じがしたんですね。で、じゃあ東北新幹線って言いますと、ちょうど那須のあたりなんですが、那須のあたりって実は雨が多いんですね。降雨量が多くて。うちの夫が湿気が苦手なので、ちょうど私たちが、移住を考えた2000年頃は、長野オリンピックがあって、長野新幹線が通じていたんですね。それまで結構長野県から、東京に出るって3時間ぐらいかかったりして大変なところだったんですけども、新幹線で、1時間半ぐらいで、東京駅に着きますので、家出てからも新幹線の駅に30分で着いて、東京駅に、2時間以内に着くっていうような地区を探しまして、移住することになりました。長野は先ほどの那須と違って、高原地帯なので湿気も少なく、また現在住んでおります東御市とかは日本でも最も降雨量が少ないところなので、カラッとした気候なんですね。そうなんですね。食事とかもね、いろんなものが豊富に取れるので、取れるとこだと思うので、長野県。私もすごく住んでみたいなっていうところがあったりします。長野県移住先としてね、考える方多いんですけども、やっぱり、結構北海道、思い切って北海道みたいな方も多いんですが、実は長野県というのは大都市に近いんですね。すべての都道府県の中で、一番他県と接してる、8県と接してるんですね。で、首都圏との間には、先ほどの新幹線が通ってますし、名古屋とかにも接してますので、名古屋県や、大阪から移住してくる方もいらっしゃるんですね。そういった意味では割と、県としても4番目に面積が大きいので、北海道ほど大きくはないんですけども、多様な文化がありますし、地域性もそれぞれありますし、で、食事とかに関しましては、海なし県なので、あまりお魚とか新鮮なお魚とかは、今は冷凍技術があって入ってきますが、お魚とかよりもやっぱり果物とかお野菜とか、特に直売所とかで買うと大変安く買えますし、あと実はキノコとかですね。長野県はキノコの生産量も消費量も日本一なんですけども、本当免疫力を高めると言いますけども、そういったいろんな環境があって、長野県は全国的にも長寿県として知られてますね。ありがとうございます。